Hello everyone, this is Kane's channel. 今日はクランジ戦争記念碑にやってきました。美しい景色と静けさに囲まれた丘に墓地がある第二次世界大戦に戦死した英国、オーストラリア、カナダ、スリランカ、インド、マラヤ、オランダ、ニュージーランドの人々を祀る場所です。昔は軍営だったんですけど、今は4400ものの墓石があります。すごい綺麗で、昔遠足に来たことあるんですけど、もう一回来てみたいなと思ったので、今回はカメラも持ってくることにしました。I just think this place is so beautiful. I just saw a blue bird. Wow, that was quite magical. It feels peaceful, but it feels loud at the same time, like seeing all these graves. I'm glad they're finally getting the peace, the quiet that they deserve. この方は20歳で亡くなりました。2月10日、1942年です。丘の上に来ました。こちらが一番大きい記念碑で、シンガポール記念碑です。東南アジアで亡くなったお墓のない24,346名余りの名前が刻まれているそうです。丘の上からの眺めもシンガポールではないような、墓石見てたんですけど、20歳とか21歳、22歳が多くて、同い年の方が亡くなったと思うと心が苦しくなります。これですね、記念碑。ずっしり名前が書かれていて、ここには英語、中国語、あとタミルで On the walls of this memorial are recorded the names of 24,000 soldiers and airmen of many races. They died for all free men. 書いてあります。シンガポールを占領していた日本語も書いてある記念碑もあるので、やっぱりいろんな世代の方に、いろんな国籍の方にこの事実を知ってほしいからではないんでしょうかと私は思います。They're mostly Christian, but this person was Jewish. If you look at the symbol at the top, it says Australian Imperial Force. There's quite a few different ones. I don't know what this means. I think this is from the UK. 刻まれた記号がそれぞれ違うので、よく見てみると興味深いです。4時半までみたいだったので追い出されちゃいました。ちょっと入り口が少し複雑なんですけど、ここがエントランスでゲートが閉まってると思いきや、ぐるっとね回って検温と QR コードをスキャンしてから中に入れます。最初来た時こうなってたからどうしようと思ったんですけど入れました。ちなみにシンガポールの中心部にあるウォーメモリアルは別の記念碑で、マレー系、中国系、インド系、ユーラシアンの団結を記念する4つの塔があるんですが、有名なので皆さんご存知だと思うんですけど、今回は北の方にあるクランジ・ウォーメモリアルに来てみました。日本とシンガポールの歴史について知りたいという声をいくつかいただいたので、今日はそれに触れようと思ってここに来ました。私ができることは学校で学んできたことを分かりやすくまとめて伝えることだと思うので、灼熱の中ですが第二次世界大戦何が起こったのか、今日はそれについて動画を作ろうと思います。ちょうど79年前になりますね。1942年2月15日から1945年9月12日まで日本の占領下に置かれていたシンガポールは湘南島と改名されてました。ここではシンガポールの近代史で最も暗黒の都市と言われています。一番印象的なのはシンガポール華僑粛清事件です。ちなみに華僑というのは中国の国籍を持ったまま海外に移住する人たちを示しています。はい、でこの事件に関してなんですけど、これは1942年の2月から3月までに起こったことです。反日の人とアヘン麻薬貿易組織の人を選別して処刑したいとある日本軍の偉い方が言いました。シンガポール在住の18歳から50歳の華僑は2月21日正午までに所定の場所に集合せよと警備隊命令が布告。日本軍は見極める方法もないまま尋問して選別して華僑の人たちを連行して
殺していきました。なぜ証拠もないままホイホイ選んでいたのかというと、実はシンガポールの人口を半分にするつもりでやれという指示が出たからです。恐ろしいですよね。で、人数を減らすことがもう目的になってしまったわけですから、外見や人相で適当に選んで無関係の人もたくさん処刑されてしまいました。今でもうわって思う話、シンガポール在住の方だったら何度も聞いてると思うんですけど、リー・クアンユー氏自身もその場所に集まっていたんですね。でもなんでこんなにみんな集まってるの、なんかおかしいぞと嫌な予感がした彼は、家に所持品を取りに帰っていいかと兵隊に聞いて、うまくその場を逃げました。後で全員射殺されたと知ったそうです。日本軍の偉い人たちは戦争放棄と慣習に違反したと起訴されて、結局罰は下されたんですけど、法廷での証言によると4000人から5000人が犠牲になったと言っています。でも実際5万人を超える人々が犠牲になったと言われています。これはほんの一部ですがダークヒストリーで、リー・クアンユー自身が書いたものを私は衝撃を受けたので、それを今回は読みます。2月のある日、私は家の外で英国兵とは違う制服を着た2人が歩いているのを見た。ゲートルを巻き、先のとんがった帽子をかぶっていた。衛兵操作の日本兵と気がついて、一瞬背筋に冷たいものが走った。私は急いで家に駆け戻り、家族と戸や窓を慌てて閉めた。レイプや虐殺など中国での残虐行為を聞き、みんな日本軍を恐れていた。こんな怖い思いをしたリー・クアンユーの日本軍による虐殺と占領に対する答えは、今となってはとても有名なスローガンとして後世に残されています。 We can forgive, but we should never forget. 許そう、しかし忘れまい。日本軍は華僑の人を散々な目に遭わせていたのに、マレー人やインド人には優遇していたそうです。なので戦後社会、民族での間の対立はどう影響されているか想像もできないし、こうやって同じ HTB にマレー系、インド系、中国系が住んでいるのが当たり前となっている今現在の状態が本当に奇跡だなと私は思います。歴史のページに載ってない、もう私が知ることのない残酷な出来事もたくさんあったでしょう。それにもかかわらず異国の地で何不自由なくこうやって当たり前に暮らせることがいかに幸せであるか、いかに贅沢であるか、小学生の頃シンガポールの歴史を学んだ時に実感しました。お互いの理解と敬意を示すのはとても難しいことだと思うし、もう世界が目指すべきところだろうと一生の課題となっていますが、シンガポールがこうやって日本人を受け入れてくれるところに懐の深さを感じます。やっぱり日本人が起業しにシンガポールに来れるのも、どんどんドンキに行列ができるのも、私たちが安心して道を歩けるのも、国の発展のために日本との交友関係を持とうと積極的になってくれたリー・クアンユーのおかげであるので、本当にありがたいですし、日本人全員に知ってほしい歴史だなと思っています。 Such a privilege to be in a position where I learn about discrimination instead of experiencing it. There are countries in Southeast Asia that still suffer from the aftermath of war. There are other countries where racism is just an everyday issue. I didn't know that until I stepped outside. I didn't know until I read the books. I am immensely grateful to be able to live in a safe country, to be able to speak up without feeling disrespected. There are so many who passed away around my age, and without any of them, maybe we would not be able to live this peacefully. My deepest condolences to everyone who sacrificed for the peace and unity we have today. 残念ながら日本の教育プログラムではあまり触れられていないので、ぜひシンガポールの国立博物館に足を運んでみてください。大きく展示されているので、生々しいけど各国の立場がどうだったのか、日本は東南アジアに何をしてきたのか学ぶのも大切ですし、後世に伝えるのも大切だと思うので、興味を持ってこの動画を見てくださることにも感謝しています。今日はそんな感じでクランジ戦争記念碑やってきましたが、楽しんでいただけたら、何か学んでいただけたら嬉しいです。音声的にはあんまり良くないかもしれないけど、風が気持ちよくて景色も美しくて久しぶりに来れて私は嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録や高評価もお願いします。ではまた、バイバイ。